神道の世界。1、日本神話の基礎知識。神道では世界は3つに分けられます。神々が住む高間ヶ原、人間が住む芦原の中津国、そして死んだ人たちの世界、黄泉の国です。神は天津神と国津神に分けられます。天津神は高間ヶ原に現れた神です。国津神は芦原の中津国に現れた神です。イザナミは天津神ですが、火の神を生んだとき、やけどをして黄泉の国へ行きました。そして黄泉の国の食べ物を食べてしまったので、高間ヶ原に戻れなくなりました。イザナミに会いに黄泉の国へ行ったイザナギは、高間ヶ原に戻ると、急いで川でみそぎをして、汚れを落としました。汚れは、汚れとも書きます。悪いものがついたり、悪いことをしたりして、気分や体調が悪くなること。また、気分や体調を悪くするものです。みそぎは、汚れを自分で落とすこと。汚れを他の人に落としてもらうことは、払いと言います。イザナギがみそぎで顔を洗ったとき、太陽の神アマテラスが左目から生まれました。鼻からは海と嵐の神スサノオが生まれました。スサノオは高間ヶ原で他の神々に迷惑をかけて追放され、芦原の中津国へ降ります。それでスサノオの子孫はみんな国津神になります。スサノオの6代目の子孫、大国主の時代に、アマテラスの孫、ニニギが芦原の中津国を取りに来ます。ニニギは大国主から国をもらった後、山の神、大山積の娘、この花の咲夜姫と結婚します。ニニギの息子、氷、山幸彦は、海で釣り針をなくして、海の神、綿摘の宮殿へ行きます。そこで、綿摘の娘、豊玉姫と結婚します。こうして、ニニギの一族は、山の神の霊力と、海の神の霊力を手に入れます。ニニギから3代目の子孫が、初代天皇、神武です。天皇は、神道の最高司祭です。金城天皇は第126代目の天皇です。2、神社の基礎知識。神社は神を呼んで儀式を行うところです。神様がいつもいるわけではありません。拝殿の奥に本殿があって、ご神体が祀られています。神社がある山や島そのものがご神体の場合もあります。鳥居は聖域を守る結界です。真ん中は神様が通るところですから、人は右側か左側を通ります。しめ縄も神の領域を他と区別する結界です。しめ縄がある木や石は神聖なものですから触ってはいけません。神社の入り口には必ずみそぎをする手水舎があります。お祈りをする前に両手と口の中を清めます。笏に口をつけてはいけません。お祈りをするときは拝殿の前に置かれている賽銭箱に感謝の気持ちを込めてお金を入れます。金額は特に決まっていません。投げ入れるのは失礼ですから、静かに入れます。神社の授与所で
お札やお守りをもらうことができます。お守りの袋は絶対に開けてはいけません。有効期限は1年です。1年経ったら神社の古札納め所などに返します。3. 神道の神々。神道の神は矢をよろずの神々、つまり800万の神がいると言われます。本当の数はわかりませんが、すべてのものに神が宿ると考えられています。ここからは有名な神様を少し紹介しましょう。戦いと勝利の神、八幡神と武甕槌。戦いの神といえば、まず八幡神、王神天皇が挙げられます。神宮皇后が朝鮮半島へ遠征したとき、皇后のお腹の中にいたのが王神天皇です。武家の守護神として、源氏や平家など多くの武将に信仰されました。武甕槌は、イザナギが火の神を切ったとき、剣についた血から生まれた、剣と雷の神です。東国の武士が信仰した鹿島神宮の神でもあります。縁結びの神、大国主。国津神の代表、大国主は、出雲大社の神です。古いカレンダーで10月は神無月、出雲では神有月と言います。日本中の神様が出雲に集まって、人間の人事を決める会議をします。そのため、大国主は縁結びの神だと考えられています。また、大国主自身が恋愛エピソードが多い神様です。最初の妻、スサノオの娘、スセリ姫とは駆け落ちしました。二人目の妻、八神姫には、同時にプロポーズしたたくさんの兄弟の中から選ばれました。大国主の妻は6人、子供は180人もいると言われています。商売と出世の神、稲荷神と宿儺びこな。白い狐の紳士とたくさんの赤い鳥居が目印の稲荷神社の神は深の御霊。昔は穀物の神でしたが、人々の生活の変化に合わせて商売や出世の神としても信仰されるようになりました。豊臣秀吉が信仰したことでも有名です。宿儺びこなは海から来て大国主の国づくりを手伝ってまた海へ帰った神です。とても小さい神で一寸法師のモデルになったとも言われます。海から来るものを信仰する恵比寿信仰とも関わりがあると考えられて、恵比寿と同じ神だとする説もあります。芸能の神、弁財天と亀のうずめ。宗像三女神は、スサノオの剣をアマテラスが噛み砕いて生まれた三姉妹の神です。特に一木島姫は、七福神の弁財天として有名です。海の幸、航海の安全、金運、そして芸能の神として信仰されています。雨のうずめは、アマテラスが岩に隠れたとき、外で踊った神です。とても豪胆な女神でしたから、ニニギが地上に降りるとき、地上から来た導きの神、サルタヒコとの交渉を任されました。その後、サルタヒコと結婚したので、サルメとも呼ばれます。七福神の芸能の神の座を弁財天と争ったこともあります。勉強の神、天神。勉強の神様は平安時代に実在した人物、菅原道真です。とても頭が良かったので、
異例の出世をした道真は、他の人に妬まれて左遷されました。左遷先の九州で道真が死んだとき、宮中に雷が落ちました。人々は、道真は天気を操るたたり神になったと思って、天神と呼びました。その後、道真が頭が良かったことを思い出して、勉強の神様として信仰するようになりました。漫画やアニメではよく、人が忘れると神様は消えると言います。しかし、神は人に知られる前から存在していたし、人が忘れた後も消えません。神道の神々にとって人に信仰されるかどうかは重要ではありません。神々が人に依存しなければならないものは何もないのです。ですから、他の宗教を信じている人が神社へ行くことも全く問題ありません。ただし、神道の世界ではあらゆるところに神様がいますから、いつも神に見られているという気持ちで正しい行いをするように心がけましょう。